どうも皆さん、カイトです。ラビリビというゲームをご存知でしょうか？こちらは2016年1月29日に Steam、2018年6月21日に PS4、2019年10月17日に Nintendo Switch でリリースされました。早速新エンドまでクリアしたんですが、萌え要素を忘れる超弾幕メトロイドバニアでしたね。うさ耳キャラを操作しての 2D 横スクアクションは見た目とは裏腹の難しさに圧倒されてかなり面白かったです。今回はラビリビというおすすめ作品の全体的な内容と魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずラビリビって何ぞやって方に簡単に説明すると、ジャンルは 2D 横スクロールのメトロイドバニアアクションになりますね。合わせてストーリーも説明すると、元はウサギである主人公エレナが見知らぬ場所で目を覚まし、妖精リボンと一緒に飼い主の元に戻るための冒険っていうのが大まかな筋。そしてイベントはチャプター方式なので、チャプター1からチャプター6で一区切り、チャプター7からチャプター8で新エンドというボリュームです。すべてめちゃくちゃステージが広いので、ダイアリーを参考にしながら目的地に向かいます。これがなかったらマジで積んでたぐらいのありがたさ。武器はハンマーとキャロットボムのみになり、こちらで攻撃を組み立てながら敵を倒す。そして補助攻撃としてはリボンでの魔法という2段構えで行いますね。ハンマーでタコ殴りが基本になってくるので、隙あらばどつき回すのがキーポイント。アクションスキルとしては2段ジャンプ、壁キック、エアダッシュなどがあるので、後々探索ポイントが増えていくのもやりごたえ十分でした。バフとしてはステージで拾えるバッジを装備することで強化できるマリオストーリー方式なので、何をつけるにも結構悩むのも面白いポイント。ポーションである永続アップ系ドリンクは拠点のラビリビタウンのショップで購入するか、ステージで見つけることができます。可愛らしいキャラクターたちのやり取りも面白くて、会話中にいきなりボス戦が始まるゆるさ加減は慣れるのに時間がかかりましたね。いきなりとか結構ありました。倒した後のイラストがセクシーなので、完全に日本人狙いなゲームで最高です。このイラストを見るためだけにプレイするのも全然ありかもしれませんね。ちなみにボスを倒すとラビリビタウンに来てくれて、話しかけると一定時間爆をかけてくれたりもしますね。ざっくりと説明するとこんな感じです。そして魅力になるんですが、1、絵になれるのが必要なメトロイドバニア。すでにこの動画を見てらっしゃる方はお気づきかもしれませんが、独特の 2D ドットなのがラビリビ。私自身プレイするが悩んだぐらいのタッチだったんですけど、実際に動かすと全く気にならないぐらいのメトロイドバニア加減でした。右上のミニマップからメニュー画面での通常マップで広さが把握できると思うんですけど、ほんまに探索要素多すぎてビビります。ステージ内にはたくさんの強化アイテムが落ちているのも拾ったり、敵を倒して手に入るお金でラビリビタウンで買い物をしたりと、このジャンルが好きな方にはポイントを押さえていましたね。よくあるパズルギミックとしては、壁や床をボムで壊すぐらいだけでした。開始30分でもし合わないと感じても1時間ほどで私はのめり込んでましたね。2、ボス戦の弾幕加減が半端ない。冒頭でお話しした可愛いキャラクターとは裏腹に東宝ゲームばりの弾幕戦を味わうことができます。かなり意識して作ってるような入り乱れようで、画面いっぱいの攻撃が当たり前。ボス一人一人にこういう攻撃パターンがあるので、しっかりと見極めて避ける。時にはゴリ押してハンマーでぶち破る。ちまちまとリボンの魔法で攻撃するなど世話しない戦い。特にケケバニー戦でヘビウサギが左右で行ったり来たりする攻撃が避けきれなさすぎてコントローラー投げそうでした。さらにはツイッターのツイートみたいな攻撃も判定がおかしすぎて笑うしかなかったですね。とこういう感じなのが全てのボス戦で体験できるので期待してください。ちゃんと避けれる場所もあるのが鬼畜ゲーにしない優しさが伝わる。3、難易度はノービスがおすすめ。難易度としてはカジュアル、ノービス、ノーマル、ハード、ヘルにクリア後に解放されるバニーエクストラクションの計6モードになります。正直2番目のノービスが一番無難だなと感じ取られましたね。なぜかっていうと、ノーマルで最初プレイした時に弾幕の量が多すぎてプレイを途中で諦めてしまうぐらいの難しさでした。あくまでも私の場合に限るんですけど、これはクリアできねえと小言吐いちゃいましたね。アクションにすごく自信がある方はノーマル以上で全然いいんですけど、ストーリーを軸にしたい方は絶対にノービス以下を選択した方が楽しめます。本当に難易度設定があってよかったのは久しぶりでした。4、
クリア時間は19時間。チャプター8のクリアまでかかったのは19時間ほどでした。全マップ探索 100% を目指すのであればプラス10時間あればいけるんじゃないかなと。ただしカジュアルとノービスに限ります。ボリュームが結構あるので長く遊びたい方にはめちゃくちゃ楽しめますね。以上になります。萌え要素を忘れる弾幕メトロイドバニアラビリビ。探索要素もさることながらボス戦に全振りとも感じ取られる仕様が非常に面白い。よかったら皆さんもうさ耳ことエリナを操作して弾幕を浴びりまくりませんか。きっと途中で発狂してうさ耳言うとる場合じゃ絶対になくなりますよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。